はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、BOSE の新しいハイエンドモデルの完全ワイヤレスイヤホンですね。BOSE Quiet Comfort Earbuds 2。こちらがですね、ついに発売されましたので、今回ですね、ファーストインプレッションレビューということでやっていきたいと思います。BOSE のですね、Quiet Comfort Earbuds は、イヤホンケースもイヤホン本体も大きいということで、そこがですね、かなりネックになっていた方いらっしゃると思うんですけども、この Quiet Comfort Earbuds 2は、イヤホンケースが前作に比べて 40% 小型化していて、イヤホン本体も 25% 小型化したということになっているんですけども、それだけですね、小さくなっていっても、音質やですね、ノイキャン性能は犠牲にせずに、ノイキャン性能はヘッドホンも含めて、世界最高のノイキャン性能と謳っているということで、自信を持ってですね、発売されたモデルとなっています。今回は、ファーストインプレッションレビューということで、開封からスマホにペアリングしてみて、一通り使っていくところまでレビューしていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心に、レビューや比較動画をアップしていますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは、行ってみましょう。はい。ということで、BOSE Quiet Comfort Earbuds 2のスペックや価格からまずご紹介していくんですけども、ノイキャンや外音取り込みはもちろん対応していまして、ノイキャン性能は BOSE 公式では世界最高のノイキャンと謳っているということで、ここはですね、かなり期待できるかなと思っています。でワイヤレス充電には未対応、片耳のイヤホンのみでの使用は可能となっています。でマルチポイント接続にも未対応ですね。で Bluetooth のバージョンは最新の 5.3、対応コーデックは SBC と AAC となっています。ドライバーについてはちょっと記載がなかったので不明になっています。充電時間はイヤホン本体が約1時間、充電ケースが約3時間となっています。バッテリー持続時間なんですけども、ノイキャンオン時でイヤホン本体が最大6時間、イヤホンケース併用で最大24時間となっています。または20分充電で最大2時間再生可能となっています。カラーなんですけども、今回ご紹介するトリプルブラック、それからソープストーンというですね、白っぽい色も発売されるんですけども、そのソープストーンは11月頃に発売されるということのようです。イヤホンの防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C です。保証期間は1年間となっています。その他としましては、スマホアプリによるファームウェアのアップデートやイコライザー設定などにも対応しています。で脱着センサーも搭載されていますので、音楽の自動再生や自動一時停止も行うことができます。それから今回のこの Quiet Comfort Earbuds 2では、イヤホンを耳に装着した時に、その場でですね、パーソナライズされた音質とかノイキャンに調整してくれるという機能も搭載されていて、パーソナライズというところが一つのですね、キーワードとなっているということのようです。価格なんですけども、現在36,300円ということで、かなり値段の高めなハイエンドモデルとなっています。はい、ということで、こちらですね、BOSE Quiet Comfort Earbuds 2をですね、開封していきたいと思うんですけども、パッケージはですね、先ほどからお見せしているようにこんな感じになっていて、基本的に紙で作られている感じですね。環境にも配慮されているのかなって感じです。裏に行きますとこんな感じですね。Made for iPhone、iPad、iPod って書かれているので、かなり Apple 製品にもですね、使ってほしいっていう意図が見えるかなと思います。上に行きますと、ピロピロがついているので、ここから剥がしていきます。ケースを開けますと、はい、こんな感じでケースが出てきますね。でフィルムがついていますので、こちらを外します。と、こんな感じのケースが入っています。あと、付属品を先に見ていきますけども、付属品はまず、こちらですね、サポートの資料が1枚入っているのと、それからイヤーピースと、こちらのですね、バンドが付属しています。これまでのようにですね、イヤーウィングみたいな羽みたいなものは今回は搭載されていなくて、これまでのイヤーウィングに比べればかなり小さいですね。こんなような固定のバンドが入っていますね。サイズは S と L ということで、本体にですね、M サイズが装着されていると思います。USB-A という USB-C のケーブルが入ってますね。ここに BOSE という刻印もあったりなんかして、この辺もですね、おしゃれです。それからこちら、安全上の注意ですかね。めちゃくちゃ分厚くて多言語で書かれてますけども、マニュアルではなさそうですね。ただの注意書きのようです。こんな感じで、他のイヤホンには見られない固定バンドの中にも入っていますけども、結構一般的な付属品となっています。はい、そうしましたら、外観やデザインについて見ていくんですけども、ケースの外観はこんな感じになっていて、ケースですね、40% 小型化したと言われてますけども、こう持ってみると結構大きいかなっていう感じはしますね。例えば他のイヤホンと比べてみますと、AirPods なんかと比べるとこれぐらいですね、サイズが違いますし、ソニーの WF1000X Mark IV と比べるとこれぐらいのですね、差があります。ゼンハイザーの本メーターのトゥルーワイヤレス3と比べるとこれぐらいのサイズ感ですね。になっていて、ゼンハイザーと比べれば、そんなに大きくないのかなって感じはしますけども、ソニーなんかと比べちゃうと、ちょっと大きさは目立つかなという形です。で、表面に行きますと、こちらに BOSE の刻印があって、ここにこんな感じのインジケーターがついてますね。で裏に行きますと、
このリセットボタンと下側に USB-C のポートがついているという形になっています。ケースの質感はですね、マットすぎず、つるっとしすぎず、いい塩梅の質感になっていて、手に持っていて滑っちゃうって心配はないんじゃないかなと思います。前作はポチッとですね、ボタンを押してケースを開ける仕様だったんですけど、今回は片手でパカッと開けれるような仕様になっています。中にもここインジケーターがついてますね。もうパタンって閉めた時は結構音は大きいかなって感じで、ハイエンドのですね、モデルにあるような、結構パターンってですね、優しく閉まるような感じではないですね。ちょっとこの辺はケースの作りが若干チープかなって感じがします。ケースの中にこちらですね、フィルム貼ってありますので、これも剥がしておきますが、それではイヤホンケースとイヤホン本体のマグネットの強さもチェックしていきたいと思います。まずはケースのマグネットですね。こんな感じで強く振ってしまうとですね、パカッと開いちゃって、イヤホン本体も外れてしまうって感じがするので、この辺のマグネットの強さなんかはやっぱり AirPods とかですね、しっかり作られているなって感じがします。そうしましたらイヤホン本体を見ていくんですけども、イヤホン本体はこんな感じになっていまして、確かにですね、耳につけても違和感なさそうなくらいのサイズ感にはなっているかなと思います。坊主がですね、こう入っていて、一般的なですね、スティックがついた AirPods Pro みたいな形とはちょっと違いますけども、長くて太めなスティックっぽいのがついているかなって感じです。サイズ感を AirPods Pro と比べてみるとこんな感じですね。この部分が太いので若干ですね、ごつく見えるかもしれないですけども、全長というか長さ自体は AirPods Pro の方がスティック含めると長いですし、これぐらいのサイズ感になっています。ソニーの WF-1000X Mark IV と比べてもこれぐらいな感じで、形がですね、違うので見え方の雰囲気は違うかなと思うんですけども、サイズとしましてはソニーのはですね、正面から見ると大きく見えるのかなという感じはしますね。ただ、BOSE は正面にですね、BOSE とですね、思いっきり書かれているので、結構ですね、目立つかなと思うんですけども、ソニーは正面から見ると書かれてなくて、上側にちょっとですね、書かれているだけなので、そういう部分では目立たないんですけど、これはですね、好き好きかなと思います。で、ゼンハイザーのモメタムトゥルーワイヤレス3と比べるとこれぐらいですね。こう見ると、モメタムトゥルーワイヤレス3のがちょっと小さいかなという感じはしますけども、これぐらいのサイズ感ということで、前作と比べてですね、25% イヤホン本体が小型化したということで、他のイヤホンと比べてもそんなにですね、あまりにも大きいなという感じはしないと思いますね。これはかなりですね、嬉しいポイントじゃないかなと思います。イヤホン本体を横から見るとこんな感じに見えますね。側面は結構つるっとした質感になっていて、タッチセンサーの部分ですね、こちらはちょっとサラサラしたような見た目になっていて、この辺の質感なんかも変わっているかなと思います。で、先ほど付属品のところでありました固定バンドですね。こちらがですね、こんな感じでついていて、そんなにですね、目立たなくて、これまでのですね、イヤーウィングのような感じで目立っちゃうとか、イヤーウィングがですね、逆につけづらかったっていう方にも、これはですね、つけやすいんじゃないかなと思います。裏に行きますとこんな感じの見た目になってますね。裏側も結構つるっとした見た目になっています。R の横にちょっと反射しちゃってるかもしれませんが、脱着センサーがついていて、こちらで自動再生や自動一時停止ができます。イヤーピースを外してみるとこんな感じになっていて、かなりですね、ノズルの先端が縦長ですね。楕円形なノズルの先端をしているイヤホンでも、ここまで縦長なのってあまりないと思うので、サードパーティ製のイヤーピースだとちょっとつけれないかなと思います。イヤホン本体の外観はこんな感じになりますので、それではですね、重量やサイズをちょっと測定していきたいと思います。まずはイヤホンケースとイヤホン本体を含めた重量になります。74.1g ということでかなり重たいですね。50g 台ぐらいが普通なので、やっぱり手に持ってもずっしりいきますし、ゼンハイザーのモメタムトゥルーワイヤレス3よりは若干軽いですけども、かなりですね、重たいイヤホンとなっています。イヤホン本体両耳の重量は 14.2g ということで、片耳あたり 7.1g ですね。こちらも重さとしてはかなりですね、重たくなっていて、一般的な完全ワイヤレスイヤホンだと 5g 台ぐらいが普通なので、ちょっとですね、重たいイヤホンになっています。そうしましたらサイズも測定していきます。縦が 66mm ぐらいとなってます。ケースの横は 59.5mm となってますね。厚みは 26.2mm となっています。厚みはですね、そんなに分厚くないので、パンツのポケットにだったらですね、普通に入るぐらいかなと思いますけども、この表面積はですね、やっぱり若干大きめかなという感じですね。イヤホン本体なんですけども、イヤホン本体の縦はここで測ってみますが、17.9mm となっています。本体の横はなるべく長い部分を測ると、こんな感じですかね。29.9mm となってますので、この部分はやっぱりまだまだ長いかなという形があります。イヤホンの厚みなんですけども、一番分厚い部分を測ると 18.3mm となっています。20mm はないのでめちゃくちゃ分厚いって感じじゃないですけども、若干分厚めではありますね。でノズルも一応測ってみますけども、こんな感じで測ってみると 9mm ぐらいですかね。ちょっとノズルのはですね、測る位置によってだいぶ変わってしまうので参考程度にしていただきたいんですけども、こんな感じですね。
はい、それではスマホとペアリングしていこうと思うんですけども、このケースを開けるとペアリングモードになると思います。はい、もうこんな感じで出てますね。BOSE Quiet Comfort Earbuds 2と出ているので、こちらをタップするとペアリングができるということで、はい、ペアリングできましたね。普通に Bluetooth の画面からペアリングしていただければ簡単にペアリングすることが可能です。で、スペック通りではありますけども、もちろんこちらですね、コーデックは AAC となっています。iPhone でですね、ペアリングする場合も同様に、設定からですね、こんな感じでペアリングすることが可能です。はい。ということでですね、開封からペアリングするところまでやってみましたので、ここからですね、一通り使ってみて、やっぱノイキャン性能ですね、かなり私興味がありますので、電車なんかに乗ってみて、どのくらいですね、ノイキャンが強力なのかっていうのをチェックしてみてですね、感想をですね、またご紹介していきたいと思います。はい。ということでですね、こちら BOSE Quiet Comfort Earbuds 2ですね、使ってみました。仕事が終わってからですね、晩ご飯をですね、兼ねて、ちょっとですね、池袋の方に行ってきたんですけども、今日ですね、ラーメン二郎に行ってラーメン食べてきたんですけども、やっぱラーメン二郎ね、多いですね。野菜を少なめにしてもですね、結構お腹いっぱいで、もう汗もですね、結構かいてるって感じになります。私のですね、晩ご飯事情なんてどうでもいいんですけども、こちらですね、Quiet Comfort Earbuds 2ですね、やっぱ素晴らしかったですね。ノイキャンといえばですね、BOSE の代名詞とですね、言われてもおかしくないほど第一人者ですし、やっぱりですね、素晴らしかったです。やっぱ今回ですね、世界最高とですね、自分でですね、言っちゃうぐらい、やっぱりですね、自信を持っているということでですね、すごかったですね。今回ですね、行きは地上を走るですね、電車に乗って行って、で、帰りはですね、地下鉄で帰ってきたんですけども、やっぱりどちらにしてもですね、音っていうのはかなりですね、キャンセルしてくれますし、BOSEのですね、ノイキャン性能を見たという感じになります。やっぱりですね、電車なんかですね、走っていてもですね、ほとんどですね、騒音っていうのをかき消してくれて、地下鉄乗っていた時の、カーブなんかを走っている時ですね、車輪とレールが擦れてめちゃくちゃ高い音で大きい音が鳴っている時っていうのは、まだ聞こえるかなとは思うんですけども、それ以外の音っていうのはほとんどですね、消してくれまして、アナウンスの声とかっていうのも、もうほとんどですね、聞こえないぐらい音をですね、消してくれるので、めちゃくちゃですね、快適でした。普通にですね、路面を走ってる電車ですね、なんかですと、走ってる音がですね、完全にゼロかって言われるとそうではないんですけども、例えるなら、普通のですね、うるさい電車の音っていうのが、電気自動車が走ってるようなですね、ちょっとした音だったりとか、モノレールとかのですね、ああいう静かな音ぐらいまでほとんどですね、軽減してくれまして、ノイキャン性能はですね、めちゃくちゃ素晴らしいです。Apple の AirPods Pro 2ですね、ノイキャン性能が前作に比べて2倍になったっていうことで、いろんなですね、レビュアーさんが大絶賛しているモデルだと思うんですけども、個人的にはですね、BOSE のがさらに1段2段ですね、素晴らしいノイキャン性能をしているなという感じがしました。結構ですね、AirPods Pro 2も高音域もですね、かなり消してくれて、素晴らしいなって感じたんですけども、こちらもですね、やっぱりアナウンスの音声だったりとか、あと、道端を歩いてる時ですね、横断歩道で結構高い音ですね、ピッピッって鳴ってる音なんかも結構あったりすると思うんですけども、そういう音なんかっていうのももうしっかりとですね、カットしてくれるという風になっていて、これは良かったですね。とにかくノイキャンにこだわりたいっていう方はですね、これ買って間違いないなと思いました。話の順番がですね、いつもと割と前後しちゃうんですけども、ノイキャンの続きということで、外音取り込みもお話ししていくんですが、外音取り込みもめちゃくちゃですね、自然な感じで綺麗に聞こえまして、外から入ってくる音と同じぐらいの音量で綺麗に聞こえまして、耳からイヤホンを外した時とつけて外音取り込みにした時っていうのが同じぐらいですね、綺麗に聞こえたというのがあって、これもですね、かなり感動しましたね。この辺ですね、しっかりと作られているっていうのがわかるなと思いましたね。これも素晴らしかったです。続きまして装着感ですね。装着感についてご紹介していくんですが、装着感はですね、やっぱりこのイヤホンですね、前作に比べて 25% 小型化したとはいえですね、ちょっとですね、サイズはまだ少し大きいですし、重さも先ほど測った通り片耳 7g 以上ありましたので、ちょっと重たさを感じるかなという感じはしましたね。耳に収めていると、この部分がですね、耳からはみ出ているわけなので、この部分がちょっと重たいのか、若干の重たさはあったかなって感じがしました。めちゃくちゃ不快で耳から外したくなるっていうほどではないんですけども、他のイヤホンに比べると、実際の重量も重かったりとか、形状もあると思うんですけども、重たく感じたという感じになっています。で、耳に装着してですね、この部分っていうのが大きいせいなのか、歩いたりなんかしていても、ちょっとですね、ここがですね、揺れるような感じはしましたね。若干そこは気になるので、運動時なんかですね、ウェイトトレーニングなんかで頭をそんな動かさない運動だったらいいんですけども、ランニングとかをするってなると、若干気になるかなと思いました。耳から外れてしまうってことは全然ないと思いますし、頭を大きく振っても全然大丈夫だったんですけども、そこはですね、ちょっと重たい分主張しているというか、他のですね、軽いイヤホンなんかでありがちな、つけているのを忘れているようなみたいなですね、キャッチフレーズがあったりするんですけども、そういうのとはやっぱ違うなという感じはしましたね。
装着したところは写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、こう見るとですね、そんなに耳からですね、はみ出てないですし、違和感っていうのは少ないのかなって感じがしました。ただやっぱりこの坊主っていう文字がですね、はっきりとですね、見えますので、かなりですね、目立つのは目立つんじゃないかなと思います。前作よりもだいぶちっちゃくなったとはいえ、坊主のイヤホンつけているんだなっていうのは周りの人から見たらですね、一瞬で分かっちゃうっていう感じがしますね。それがですね、好きな人もいれば、あんまりこういうのを主張させたくないっていう方もいるでしょうから、その辺は好みになってくると思うんですけども、こんな感じになってます。私としてはですね、この感じっていうのは結構ね、好きだったりするので、やっぱりですね、高いイヤホンつけてるんだったら、それをですね、見せびらかすって言ったらちょっと変ですけども、主張させておくっていうのも全然いいんじゃないかなと思いますね。ちなみにですね、こういうイヤホンでよくありがちなのが、右からはちゃんと坊主の文字が下に見えるけども、反対側に行くと文字がですね、裏返っちゃって上向きになっちゃうみたいなことってですね、たまにあるんですけども、クワイエットコンフォートイヤーバッド2はどちらもですね、しっかり下を向くようになっているので、その辺はですね、全然問題ないかなと思います。装着したところ前から撮るとこんな感じに見えますね。そんなにイヤホンが耳から外にはみ出てるって感じには大きくは見えないので、そこはですね、良かったかなと思います。このイヤホン分厚いので、結構耳から大きくはみ出るんじゃないかなって感じもしたんですけども、そこまでですね、主張しすぎずに、これはですね、良かったかなと思います。やっぱこの部分っていうのはどうしてもですね、飛び出てますので、マスクの紐とかネックレスなんかだと、ちょっと引っかかっちゃうとすぐですね、ポロッと外れちゃうかもしれないので、そこはですね、注意かなと思いました。装着したところの見た目はですね、思ったより変じゃなくてですね、個人的にはかなりいいんじゃないかなと思いましたね。続きまして音質についてなんですけども、音質はですね、さすが坊主なだけあって低音がはっきりしたパワフルさのあるですね、低音のアタッカーの強い音質って感じで、坊主サウンドがですね、しっかりと再現されてるなって感じがしましたね。かなりですね、その低音の迫力なんかっていうのは、しっかりしていて、かといってなんかですね、ただ低音が強いだけのですね、汚らしいものではもちろんなくて、結構低音の質感なんかっていうのもよくですね、再現されていて、かなりですね、気持ちがいい低音に仕上がっています。私はイヤホンですと、低音が強いイヤホンってそこまで好きじゃなくて、その理由とするのが、ライブハウスとかライブ会場での低音にはですね、絶対に勝てないだろうから、そういうイヤホンよりも高音域とかがですね、キラキラしてるイヤホンが好きなんですけども、この坊主のですね、低音であれば低音なんかの質感が優秀で、パワフルさはですね、もちろんライブ会場には負けるんですけども、そういうライブハウスの音に近いようなですね、しっかりとした低音が出しているので、そこをとても気に入ったなと思いました。で、低音がですね、強すぎると、宇宙音域のですね、ボーカルの音だったりとか、高音域の音がですね、潰れちゃうみたいなことってですね、ありがちなんですけども、そんなこともなくですね、しっかりと高音域とか中音域もはっきりとですね、聞かせてくれますし、解像感なんかも素晴らしいなと感じています。で、音場はですね、そんなに広いって感じじゃなくて、頭の中心にですね、しっかりと響いてくる、脳内に響いてくるような音だなっていう感じがしています。坊主サウンドがですね、もともと好きって方だったら、間違いなくですね、しっかりとですね、坊主サウンドが楽しめますし、とてもいいんじゃないかなと思います。続きまして操作感についてなんですけども、操作はですね、めちゃくちゃこれも快適でしたね。坊主のこの面ですね、この正面のここの面ですね、長細い面が全体的にですね、タッチセンサーになっていて、どこを押してもしっかりと反応するっていう部分になっていて、やっぱりタッチセンサーですね、小さすぎて、この上の方のここしかタッチしてもですね、反応しないっていうパターンもですね、結構あったりするんですけども、このイヤホンっていうのは全体ですね、めちゃくちゃ広い範囲でタッチできるので、タッチミスなんかも起こりにくいなと思いました。一方で大きすぎることによって若干ですね、耳につけていて調整しようかなと思った時に触っちゃうかなっていう心配は多少あるんですけども、それよりもですね、操作したい時にしっかりとですね、操作できるっていう部分はとても素晴らしいなっていう感じがしましたね。タッチ操作も1回タップ、2回タップ、3回タップ、それから長押し、そして AirPods Pro であったようなですね、このスワイプで音量の上げ下げっていうのもできるので、必要な操作っていうのが全てできますし、このスワイプ操作がですね、めちゃくちゃやりやすいですね。やっぱりタッチセンサーが広いことによってミスなんかも全然ないなという感じがしますし、AirPods Pro の時はですね、スワイプ操作がめちゃくちゃやりづらいなっていうのがですね、気になった部分というかでご紹介したんですけども、これは全然快適で、これだったらかなり実用的だなって感じがしました。タッチ操作っていうのは AirPods Pro 2よりも全然快適だなって感じがしましたね。ですので、この操作感もとてもですね、良かったです。はい、続きましてアプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、カスタマイズは Bose Music というアプリでカスタマイズすることができます。できることを見ていくんですけども、左右のバッテリー残量が分かるのと、こちらで音量の調節なんかもできます。そしてこちらモードというところで、クワイエットというですね、ノイキャンですね、ノイキャンとアウェアという外音取り込み、こちらをですね切り替えることができるんですけども、さらにこちらにですね2つ新たに追加することができて、ここからですねいろいろ選べたりするんですが、例えばホームにして家の中にいるときはノイキャンはこのぐらいかなって設定をしておくと、そうすると3つ目のモードができます。で4つ目として、ランニングの時はノイキャン聞いてると危ないから、小さくしようかなと。
こんな感じですね。モードをですね、4つまでここに設置することができるんですね。この4つですね、アプリでこうやって切り替えることができるんですけども、この4つを準備しておくと、イヤホン操作でノイキャンや外音取り込みのモードを切り替えたときに、この4つがですね、ループするという感じになります。ここをさっきみたいに4つじゃなくて最初の2つだけにしておけばこの2つがですねループするという形になっていて、このイヤホンであるようなですねノイキャンと外音取り込みとオフがですね3つですねループしちゃうからちょっとめんどくさいなっていうのもですね、この2つだけにしておけばノイキャンと外音取り込みだけがぐる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 回るという風になりますし、先ほどみたいに他のモードを用意しておけば他のモードも含めてループするという形になっていて、この辺の柔軟性なんかもいいかなと思います。この BOSE のクワイエットコンフォート2のこのノイキャンっていうのは耳にですねイヤホンを装着した時にその時の状態を自動でですね測ってくれて、ノイキャンの性能とかですね調整してくれるみたいなんですけども、こちらはですね先ほどもご紹介した通りかなり優秀になっています。これはですね自動で調整するので、自分でですねノイキャン強いとか弱いとかですね設定するものではないんですけども、先ほどありましたように、他のですねモードをにしてノイキャン性能強いっていう風にしておけば、これですね自動で調整せずに一番強いノイキャンにしてくれるとかですね、そういう設定もできるのでこの辺もですね柔軟に設定できるかなと思います。そして次ですねソースとしまして、今は私 Android のスマホと iPhone ですね2つペアリングしているのでこんな感じで2つ出てきまして、どこの端末につながっているかみたいな感じでこうやって見ることができますね。イコライザーですね。イコライザーはこんな感じでシンプルなんですけども、低音域、中音域、高音域をですね、こう自分で設定するか、もしくはこんな感じですね。プリセットが4つ用意されているので、この4つのどれにするかっていうのを選ぶことができます。で、ショートカットとしまして、こちらで操作コマンドのカスタマイズができるんですけども、この操作コマンドのカスタマイズは、ちょっとですね、他のイヤホンみたいに、一個一個の操作コマンドに対して、それぞれですね、割り当てることっていうのができなくて、左と右の長押しだけを若干ですね、切り替えることができるという感じになってます。ノイキャンや外音取り込みの切り替えにするのか、音声アシスタントにするのかっていうのをこうですね、切り替えることができます。そもそも長押しを使うか使わないかっていう設定もできますね。これは右も同じ感じなので、操作コマンドのカスタマイズっていうのはあんまりですね、柔軟にはできない仕様ですね。それからヒントとしまして、先ほど付属品のところではマニュアルは入ってなかったんですけども、こちらでマニュアルがですね、映像なんかもですね、ちょっと見ながらマニュアルですね、見ることができまして、しっかりとですね、日本語でもちろん書かれてますので、使い方がわからないっていう方でしたら、こちらをですね、見ていただくといいかなと思います。その他ですね、歯車マークからいきますと、他のですね、設定ができまして、製品名ですね。これは何でもいいかなと思うんですけども、BOSE、クワイエットコンフォート、ヤバッ2にするのか、他のですね、名前にこう付け替えることができるという感じになってますね。イヤホリア、オアシスとか、オールスターズ、シャドウみたいな感じでですね、名前を付けれるみたいで、僕はちょっと変わってるなって感じがしますけども、こんな感じでもできます。カスタムですね、自分の好きな名前を付けることもできますね。でイヤーチップの装着テストですね。これテスト実行ってやると、イヤホンから音が流れて、イヤーピースがですね、合っているかどうかっていうのをチェックしてくれます。それからですね、バンドの付け方ですね。こんな感じの交換方向も見れるのと、あとこちらですね、モードっていうのがあって、モード保存っていうのがあるんですけども、他のイヤホンでよくありがちなのが、ノイキャンで聞いていて、イヤホンケースに一回戻して、もう一回取り出すと、オフの状態から始まっちゃうみたいなですね、イヤホンってたまにあるんですけども、そういう風にですね、元に戻っちゃわないようにモード保存っていう風にしておくと、最後に設定したものですね、ノイキャンだったらノイキャンのまんま次ですね取り出した時始まるし、逆にオフにしておけばそれはですね保存されないというものになってます。そして環境設定としましてセルフボイスとありますが、こちらは即音の機能ですね。自分が通話中に喋った音をイヤホンで拾ってまたですね戻してくれるので、自然な感じで会話できるというものになっていて、この即音の強さをですね設定したりとかオフにすることもできます。脱着センサーを用いて、どのように機能させるかっていうのをですね設定することも可能ですね。それから音声ガイドをですね入れるか入れないかっていうのもあります。クワイエットコンフォート2の音声ガイドって結構優秀で、ケースから取り出してイヤホンをですね耳につけた時にバッテリー残量をですねその時に教えてくれたりとか、あとどこにつながってるかっていうのも教えてくれるんですよね。例えば iPhone の方につながったら iPhone っていうですね音が流れて iPhone につながってるんだなっていうのがすぐ分かりますし、こちらのですねスマホに接続すれば、そのですね文字を読み上げてくれて211ライト 5G みたいな感じで、こんな感じのですねアナウンスで教えてくれるということで、これちゃんと名前で教えてくれるのって偉いなと思いましたね。どのスマホでもちゃんと機種名を読み上げてくれるのかってちょっとよくわからないんですけども、そういうですねどこに繋がったかっていう音声ガイドなんかもあったりして、これもですね優秀かなと思いました。若干ですねこの言語をですねイングリッシュにしておくと、日本人にとってはちょっとですね聞き取りづらいというか、ちょっと流暢すぎて英語が苦手な方ですと若干ですね分かりづらいかなと思う時もあったんですけども、言語っていうのも変えることができます。この辺で、ファームウェアのバージョンなんかも見ることもできますね。
はい、アプリでのカスタマイズはこんな感じで、めちゃくちゃですね、機能が多いって感じではないんですけども、しっかりとですね、必要な機能っていうのは揃ってるかなという感じのカスタマイズ性になっています。強いて言えばですね、この操作コマンドのカスタマイズが柔軟にできないっていうところはちょっとあるかなとは思うんですけども、操作コマンド自体も1回タップが再生一時停止、2回タップが曲送り、3回タップが曲戻し、あとはスワイプで音量操作と長押しでノイキャンや外音取り込みなんかのモードの切り替えっていう感じなので、操作自体もですね、覚えやすいですし、そこはですね、いいかなと思うんですけども、若干のですね、残念だったポイントかなと思います。はい、そうしましたら通話品質なんですけども、こちらはいつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらは BOSE Quiet Comfort Earbuds 2とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、若干ですね、機械音っぽいかなと思いました。外音取り込みとかノイキャンが優秀なんで、通話性能もですね、かなり高いかなと思ったんですけども、思ったほどですね、高いなって感じじゃなかったですね。機械音っぽさがあって、なんか昔のイヤホンっぽい感じがするのかなって思いました。通話性能に特化しているって感じじゃないなという印象を受けてます。はい、ということで、いつもだったらここで、レビューというか終わるんですけども、このイヤホンですね、良かった部分っていうか、もう一個ありまして、そこだけご紹介しておくと、このイヤホンですね、耳につけた瞬間にブーンってですね、音が鳴って、その時の状態っていうのをチェックしてくれるんですね。先ほどもちょっと触れたかと思うんですけども、この機能っていうのが、結構売りといえばですね、そこでパーソナライズしてくれるということで、これかなりですね、いいなと思いました。耳から取り外したり、また耳につけた時っていうのは、その機能はオンにはならないんですけども、イヤホンケースからイヤホンを取り出して耳につけた時だけは、そのブンって音が鳴って、毎回調整してくれるというものがあって、これとてもいいかなと思います。他のイヤホンですと、アプリ上で、そのですね、操作して、パーソナライズしなきゃいけないとか、この間ご紹介したオーディオテクニカのですね、フラッグシップイヤホンですと、ノイキャン性能をですね、調整するために、毎回ですね、イヤホン操作をして設定しなきゃいけないとかですね、そういうことがあったりするんですけども、クワイエットコンフォートイヤーバッツは耳に装着した時に自動でですね、調整してくれて、ノイキャン性能とかですね、音質なんかをパーソナライズしてくれるということなので、もうこれですね、かなり快適かなと思います。こう聞くと、調整している間音楽聴けないんでしょって思うかもしれないんですけども、その時間っていうのは本当にブンってですね、一瞬鳴るだけで、本当に時間にしたら1秒とかぐらいだと思うので、もう全然ですね、苦にはならないぐらいの時間となっています。こちらですね、いいんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。はい、ということで、ここまでですね、使ってみた感想をですね、ご紹介したんですけども、ここからですね、気になった部分についてもご紹介したいと思います。まだですね、使っている時間が短いので、これからどんどん出てくるかもしれないですけども、今の時点での感想ということでお聞きください。まず1個目の気になった部分は、やっぱりですね、イヤホンケースとかイヤホン本体ですね、特にケースの方なんですけども、前作に比べて小さくなったとはいえ、まだちょっとでかいなって感じはどうしてもしますね。手に持った感じもこれぐらいですね、大きいですし、厚みはですね、そんなに分厚くないのでいいんですけども、やっぱ結構大きいなっていう感じはしますね。バッグの中に入れるんだったらそんなにですね、困るような大きさではないかなと思うんですけども、まだまだ大きいかなと思います。イヤホン本体もやっぱりですね、若干重たかったりするので、これがですね、クワイエットコンフォートイヤーバッツ3になって、もう一回り小さくなったらめちゃくちゃいいかなとは思いますね。気になった部分の2つ目なんですけども、装着感の部分かなとは思います。先ほど装着感の部分でもですね、ちょっとご紹介した通り、私の場合耳に装着してですね、歩いたりしても若干ですね、ここがグラグラ揺れるなっていうのはちょっとわかりますし、あとやっぱりですね、つけていて若干ですね、重たいなっていう感じはですね、どうしてもするので、そこがですね、若干残念だったかなと思います。重たいと言っても何十グラムあるわけじゃないので、そこまでじゃないんですけども、耳からぶら下がってる部分がちょっと重たいのかもしれないですけど、重さを感じるなって感じです。同じ重さでも耳の中に全部ですね、スポッと収まってればそこまでじゃないかなとは思うんですけども、若干ですね、重たいなって感じはしました。あと気になった点としましては、やっぱり機能性がちょっと少ないなっていう感じはしますね。もう36,000円というですね、完全ワイヤレスイヤホンにしてはかなりですね、高いイヤホンなんですけども、ワイヤレス充電がなかったりとか、マルチポイントもなかったりとか、アプリでですね、イヤホン操作のカスタマイズがちょっとですね、操作コマンドごとにできないっていうのとかもあったりして、そこはですね、もともと機能をつける気がないんでしょうから、しょうがないっていうか、あんまりそういうところですね、続いてもしょうがない気もするんですけども、この価格帯だったらもうちょっと頑張ってほしかったなっていうのは正直ね、あるかなと思いましたね。
はい。ということで、今回、BOSE の Quiet Comfort Earbuds 2をファーストインプレッションレビューということでやってきました。ノイキャンのですね、先駆者と言われるですね、BOSE なんで、ノイキャンの性能ですね、やっぱ素晴らしかったなという感じがしましたね。ノイキャンをとにかく重視したいんだったら AirPods Pro 2よりもこっちだなっていうのは、めちゃくちゃ感じました。あと音質なんかもですね、やっぱり BOSE サウンドらしく、低音のですね、アタック感なんか素晴らしいですし、この質感なんかにも、レベルがめちゃくちゃ高くてですね、気持ちがいい音が聞きますので、BOSE サウンド好きっていう方はですね、買って間違いないかなと思います。一方で、やっぱ同じ価格帯でですね、全部入りという呼ばれるようなですね、イヤホンなんかとは若干ですね、違ってですね、ワイヤレス充電だったりとか、マルチポイントなんかは省いたりしてますし、ハイレゾにも対応していないという部分もありますので、その辺はですね、どこを重視するかって感じになるかなと思います。今回ですね、まだファーストインプレッションレビューということで、そんなにですね、たくさん使い込んだわけではないんですけども、かなりですね、気に入るイヤホンになりそうだなっていう部分はありますね。とにかくですね、音楽に集中したい時とか、長距離移動する時なんかで、ノイキャン強いのをですね、使いたいっていう時なんかですらめちゃくちゃ活躍すると思いますし、これからもですね、どんどん使っていって、さらにですね、他のイヤホンとの比較なんかもやっていきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。